僕が今参戦してる UFC について Protect yourself all time、自分の身自分のもの60何人いるってことはその下に50人ぐらいいるわけじゃないですか。ここをクリアしていかないといけないですね。ひたすら勝っていく以外にないよって感じです。Welcome to リンヤチャンネル。リンヤチャンネルの時間です。今日は僕が今参戦してる UFC についてっていうのと、そこで今僕がどういうポジションでどういう現状なのかで、どういうふうにその UFC の中でキャリアアップしていくのかっていうことについて喋っていきたいと思います。結構 UFC のこと知らない人とか意外と多いと思うんで、そういう方たちがみんなちょっと UFC について理解が深まってくれればと思います。UFC っていうのは総合格闘技団体が日本ではRIZINっていうのが一番大きい団体でメジャー団体として存在してて、そういうのが世界各地にあるんですね。一番大きいのが UFC って言ってアメリカにある団体なんですけど、八角形の黒い金網の中で1対1で戦うんですよね。戦うって言ってもルールは何って言ったら何でもありです、基本的に。人道に反する攻撃、例えば目つぶしとか、喉仏をこうグッて指入れたりとか、あとは後頭部こうぶん殴る、あとは脊椎ってこの腰椎胸椎頸椎のこの辺のラインに対して垂直に肘を落としたり垂直に攻撃したりするっていう。だからその人間が本当にダメになっちゃう障害を持ってしまったりだとか、っていうような攻撃以外はもう本当に何でもあり、まあ顔殴る、蹴る、首絞める、関節技って言って関節を逆に折って痛い思いをさせて、参ったって言わせるとか、要は格闘技として、まあ、一番こう幅が広く認められてるのが総合格闘技。なるほど。で MMA って英語では言いますね。ミックスとマーシャルアーツ、で MMA です。頭文字取って。ルールっていうのはやっぱ厳密にそのルールブックみたいなのがやっぱりあってありますね。それは結構年々ちょっとずつ変わっていったりするんですか？ちょっと微妙に、変わったりします。グラウンド状態での顔面に膝蹴りって UFC はダメなんですけど、なるほど、グラウンド状態どっからグラウンドなのみたいな、これはとかこれはとかこれしたら顔面に膝打たれないよねとか、確かになるほど。そういうなんか変なとこついてくる、そういうとこは体重が乗ってたらグラウンドになりますとか、細かいブラッシュアップみたいなのはこう年々されるんですけど、基本的には普通に戦えばいいじゃんっていう感じで、相手の選択肢をどんどんなくして最終的には勝つ。でその試合時間は基本的に5分3ラウンドが多いんですけど、そこで決着がつかないと判定って言ってジャッジが3人試合見てるんで、どっちが優勢だったかを試合後につけて15分終わったらその中で2票を取った方が勝ちになります。なるほど、リングが八角形じゃないですか。あれは何か意味があるんですか？なんでなんですかね。シューティングって言って昔、八角形のリングを僕のおじさんが設計したっていうのは聞いてて、一級建築士で数学がすごい強かった人なんで、なんかその親父がシュートとかバーリトゥードって言って昔のバーリトゥードは確かポルトガル語で何でもありっていう意味で、バーリトゥードジャパンとか、ヒクソングレーションで開催する時に設計したんだよとか聞いてますけど、それがつながってんのかも分かんないし、その時はなんで八角形のリングかっつったらスケートリンクを参考にしたみたいな言ってました。何なのか分かんないですね。でも、あとグローブも UFC の指定のグローブ着用、その下にも包帯を巻くのにチェックしてる人がいたり、なんか仕込んでねえかとか。なるほど、完全に安全を担保された状態で相手も生身一つだし自分も生身一つ、どちらかが戦えなくなるまでやるから、お前らは自分で自分の身を守れよっていう風に英語でまず真ん中で説明されます。Protect yourself all time ってこう、それ初めて聞いたとちょっとドキッてしたんですけど、自分の身自分のもの、そっかそっか確かにみたいなっていうので試合が開始します。5分3ラウンド、これは基本なんですか？基本です。でもタイトルマッチって言って、
UFC には8階級あるんですね、はい、一番下がフライ級って言って56.7 キロからスタートしてヘビー級まで120キロですね、そこまでが8階級あるんですね。だから MMA の UFC のチャンピオンっていうのは男子は常に8人しかいない状態です。で僕はその下から2番目のバンタム級っていうところで試合をしてて、はい、バンタム級は一番多いんですね、人数が全階級の中で62、3人いるみたいなっていうのは聞いてて、多分全体だと500いかないぐらいだと思います。日本人選手で契約してるのは男子が4人女子が1人の5人になりますね。それっていうのはもし日本のファイターが行きたいってなった場合は、なんかそのパターンがあるんですか？いろんな入り方があって、やっぱ UFC もアメリカの会社なんで会社の人間がいますよね。その中に世界中の MMA の試合をチェックしてる人たちがいるんですね、でそこでこいつはもう UFC 入れてもいいパフォーマンスしてるとか判断されたら声かかることもありますし、基本的にはそういう人たちの目に留まるか、僕が参戦したロードトゥ UFC っていう枠に入るかで、そこのロードトゥ UFC って枠に入って優勝するか、あとはダナ・ホワイトって UFC の社長がいるんですよね、名物社長みたいな、スキンヘッドの、ダナ・ホワイトコンテンダーシリーズって、DWCS っていうイベントが定期的にあるんですけど、そんなにキャリアが深くない選手、キャリア10戦前後とかその辺ぐらいの選手たちを UFC に入れるかどうか査定大会みたいなのもあったりして、そこでいいパフォーマンスしてダナ・ホワイトの前で契約するか、ロードトゥ UFC 優勝するか、それかまた他のいろんな大会に出て UFC のエージェントの目に留まるのを待つかっていうような感じになると思います。なるほど。ロードトゥ UFC もコンテンダーシリーズ、その2つに出るにしてもやっぱりスカウトマンの目に留まらないとそこにすらいけないってことですか？そうですね。野球とかもあるんですかね、メジャーリーグとかオーディションみたいなのって。分かんないけど、でもいきなり、ね、メジャーリーグ行きたいですいけないじゃないですか。そういう条件はやっぱあるんで、なるほど、簡単に行ける感じでもないですね今は。そうですね、ロードトゥーとコンテンダーも。日本でいうとライジンがすごいこう有名じゃないですか、ライジンには UFC 側のスカウトマンとかっていうのはいらっしゃらないんですか？やっぱアメリカの会社だし、アメリカのジムの人の方がやっぱそういう関係とかも UFC の本社と関係持ってる人も多いから、そっちにいた方がやっぱ入りやすいっていうのはありますね。本当に僕が MMA 転向する前とかそれがすっごい顕著に出てて、日本人全然契約できねえじゃんみたいな時期もあったりして、日本は一時期そのパイプをこうずっと探してるような状態だったと思うんです。でもそれが今ロードトゥ UFC っていうアジア人に UFC 出場のチャンスが与えられるトーナメントが誕生して、今みんなやっぱそこに出るためにじゃあどうやってロードトゥ UFC に入っていこうとか、そういう視点になってるファイターが多いです今。リン選手が今後どんどん勝ち上がっていく、でそのランク入りみたいなところどういう手順で上がっていくのかみたいな。各階級15位まであるんですね。ヘビー級15位、ライトヘビー15位、ミドル級15位までランキングがこうあって、バンタムは15位までもちろんあって、60何人いるってことはその下に40、50人ぐらいいるわけじゃないですか、ここをこうやってクリアしていかないといけないんですね、パフォーマンス次第では、こいつにこういう勝ち方したら次ちょっとランカ手前のやつとやらしてみようとかもあるんですね、けど僕はまだこの下の方の選手を当てられて、中村どういう超え方するんだって試されてる状態で、だからこう一つずつ次の相手クリアして、そしたらもうちょい上の相手になるんで、それをクリアしてこの辺の選手をクリアしていくと次じゃあランカーとやろうかっていう、本当にマッチメーカーがその状態とかを見て組んでいくんですけど、ひたすら勝っていく以外にないよって感じです。だからシンプルで分かりやすくていいですよね。そのランキングっていうのは毎週更新されていく？大会ごとに更新されるんですけど、でも UFC って月3回ぐらいは大会やってるような感じなんで、ほぼ毎週ぐらい更新されるっすね。っていうのが UFC ですかね。で、日本人の過去の最高成績と言われてるのが、ミドル級の岡見雄心選手の14勝7敗とか、あとは京二さん、堀口京二選手の7勝1敗
確かそのお二方はランキング3位まで上ったと思います。なるほど。はい、本当すごいです。で今バンタム級の王者といったら今は、ショーン・オマリー。そうですね、はい、目指すべき戦いたい相手ではあるんです。そうですね、今登ってる山の頂点にいるんで、そうですね、はい、当然。ただバンタムはすっごい層が厚いんで、僕がたどり着く頃に彼がその旗をまだ持ってるかっていうとかなり怪しいんじゃないかなっていう気はしてますね。そんぐらい UFC でチャンピオン居続けるっていうのは難しいですやっぱ。リンヤ選手のこれからの展望っていうか、勝って登っていくっていうシンプルなことなんで、それをいつまでに登ろうかと思ってるかっていうと、2026年の上半期ぐらいにタイトル挑戦まで行きたいなっていう気はしてます。なるほど、一番だから、はい、早くて2年半ぐらいでいけるんじゃないかなっていう感じです。それはもうあれっすよ、でもノーミスっすよ。1個のミスがゴロ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 って下まで落ちちゃうような山ですから、2026年上半期に上まで行くっていう予定です。今年2024年っていうくくりで言ったらどれぐらいまでなんか3勝はしっかり、はい、したいと思います。なるほど。2月に試合で6月10月ぐらいで、そうすると3勝をもしした場合、ランカー入りっていうのは見えてくる。次勝って、まあ勝ち方によっては多分中堅ぐらい、で中堅戦をこう2戦ぐらいクリアして、そしたら多分次2025一発目ぐらいで15位ぐらいとできんのかなっていう、はい、やっぱ内容もあるんですけど、それぐらいいきたいな。ランカー戦を多分3連勝ぐらいすればタイトルっていうのはアピールできると思うんで。なるほど、はい、その予定ですね。それを怪我なくやり遂げるかっていう、なるべくこうフレッシュな状態でタイトル戦やらないといけないので、勝ち方も大事になってきますね。UFC をじゃあどうやって見れるのかっていう話なんですけど、これは今 UFC のオフィシャルの UFC ファイトパスっていう、まあ月額発生するアプリがあるんですけど、それに入って全部見るか、UNEXT さんが今 UFC を放送してるんで、全試合なんで UNEXT さんにこう会員になってもらえればそっからも見れる。でこの2つの方法になりますね。なるほど。でお気に入りの選手とかをこう長く見てたら見つかる。いろんな個性あるファイターが多いんで、みんなこうこの選手好きだとか、戦ってんのに笑ってるとか、なんかお気に入りの選手見つけて応援したりしてます。多分日本的にはすごい今5連勝中の平達郎選手がいたりとか、あとは参戦がこう噂されてる京二さんと朝倉海選手もいたりするんで、日本人のこう UFC 熱が今年結構グワって上がるんじゃねえかなってこう期待はしてますね。なるほど。じゃあぜひね皆さんも見ていただいて。そうですね、そうすればねまた日本大会とかも現実的になってくるだろうし、そしたらこの7年日本で開催されてない間に増えた格闘技ファンが UFC を見に来て、うわやっべえこれみたいな絶対なると思うんで、多分横須賀の米兵の方とかもブワーッチケット買ってきます。確かにもし開催されたら、そんぐらいやっぱね来人とは違うものなんで、楽しみにしてほしいです。僕としてはそこでだから勝って本当に日本人を抽象的に言うとやっぱ元気にしたり、僕の戦いを通して皆さんの熱い気持ちっていうのを呼び起こす。でそれぞれが自分の持ち場で力をこう発揮するようなきっかけになるような格闘家になっていきたいと思ってます。まあその他にねいろんなことを考えてやってますけど、でもまあ本当格闘技ってすっごい恐怖と向き合って、それを超えてきて技術も磨いて自信のある選手たちがこう戦って、すっごい殺し合いなんで、極端な言い方するとすごい集中しなきゃいけないじゃないですか。その集中の熱とか振動ってやっぱ真剣に見てくれる人にはすっごい伝わり方がするんで、戦いとメッセージを通して日本を元気にしてって、皆さんがそれぞれ自信を持って好きなことに取り組めるような社会づくりに貢献できたらと思ってます。それは戦いじゃなくて終わった後にやりたいこととしてもいろいろ考えてますけど、それはやっぱ UFC のベルトがあるとすごい説得力が増すというか、自信を持っていろんなことに取り組めると思うんで、一番欲しいアイテムですよ。
リンヤ選手から見て雷神と UFC っていうのは、日本の格闘技っていうのは本当にこう選手のストーリーをすっごい重要視する、人生においてとかどういう思いでそれをやってるのかとか何を支えたくてやってるのかっていうのをストーリーにするんで、試合前の映像技術でまず客をすっごいそこに引きつけるんですよ。こういう思いでこの選手たち戦ってるんだっていう気になって、で選手がこう花道って言ってこう上からバーって昔とかもすっごい高いとこから降りてきたりとかかっこいい演出でこう選手が行って真ん中で戦うっていうのがすごいファイターに対してのなんかこのリスペクト感みたいなのがすっごい出る。で駆け引きの攻防に対しても日本人のお客さんってこう日本語で息を飲むって言葉があるように結構息を飲んで見るんですよね、呼吸もなんか静かになってるような、みんな超独特な雰囲気あるんですけど、海外のイベントっていうのは何戦何勝なモンスター何々対何々何戦何勝怪物何々レッツゴーみたいな、下からグワーって来て金網にカチャンってなって戦って、お客さんもずっとゴーゴーとか騒いでる。だからなんかなんかやっぱ日本のイベントの方が芸術を見てるような感覚になるんですかね、海外で試合を見てると多分ショーをすごい楽しんでるなっていう雰囲気ですね。見てるファンの質も違うってことですね。全然違います。真ん中立った時の振動の入り方も全然違うですね、体にくる。具体的にどっちがどうなんですか？日本のスンって静まり返ってる瞬間ってすごい気持ちよくて、自分の出しやすいなっていう表現しやすいっていう感覚は最初はありましたね。海外の方はだからその1万何千人の前で試合するっていうのがこの間が初めてだったんで、人数も違うからびっくりしたのもあったかもしれないですけど、やっぱすっごいいろんなキーの音が鳴るんですよ。キャーとか言ってる人もいる、ボーとか言ってる人もいる、すっごいいろんな音鳴ってるから、どっちかっていうとやっぱ日本の方が集中しやすいなと思いましたね。でアメリカの時なんかそれを楽しんでる感じです。すごいこの間の試合も楽しかったんですけど、でもそこに引っ張られてちゃダメじゃないですか。自分の作る世界をそこで見せてお客さんをそこに巻き込むっていうのをしたいんで、もうちょいこの立った時の感じ方とそこに対する自分の感情をどうコントロールするかはもうちょいかかるかなっていう気はしますね。慣れっていうことですか？慣れ、でもまあ一回経験してるのはすごいでかいです、この間。今回はUFC について話させていただきました。これが知りたいとかもっと何々について話してほしいとかあったらコメントお願いします。ご視聴ありがとうございました。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。すごかったっすね、あの時の格闘技の盛り上がり方。えぐかったっすね。でちゃんと分かりやすくノゲーラが決めてミルコが打撃で怪物退治してどっちが強いんだでノゲーラミルコがやってノゲーラが勝つってそこにヒョードルが来るって本当やばいストーリーだわ。確かにあれはマジやばい。